日本語おしゃべり道場。皆さんこんにちは、斉藤です。こんにちは、伊藤です。今日も日本語を勉強している皆さんと一緒に日本の文化や日常についてお話ししていきたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。斉藤さん、今日はなんだか嬉しそうですね。何かいいことあったんですか？わかります？実はですね、先週末久しぶりに旅行に行ってきたんですよ。いいですね。どこに行かれたんですか？金沢です。新幹線に乗って美味しい海鮮を食べたり、美術館に行ったりしてきました。これ伊藤さんに金沢のお土産です。よかったらどうぞ。ありがとうございます。金沢のお土産。これ有名な金つばですよね。和菓子だ。大好きなんですよ、これ。よかったです。甘いものが苦手だったらどうしようかと思ったんですけど、伊藤さん意外と甘党ですもんね。はい、コーヒーと一緒にいただくのが好きなんです。いやー、わざわざありがとうございます。でも、斉藤さん、お土産って選ぶの結構大変じゃなかったですか？そうなんですよ。実は今日のトークテーマ、それにしようと思っていたんです。日本のお土産と贈り物文化について。なるほど。そのテーマは面白いですね。外国人の方にとっても、日本のこの贈り物のルールってかなり複雑で難しいと感じることが多いみたいですから。ですよね。例えば今回私が会社のみんなに買ってきたお土産なんですけど、選ぶときに絶対に外せないポイントがいくつかあったんです。伊藤さん、なんだかわかりますか？うーん、会社用のお土産ですよね。まずは美味しいこと。それはもちろんですね。あとは、やっぱり個包装になっていることじゃないですか？正解です。個包装。つまり一つ一つ袋に入っていること。これが本当に重要なんですよね。確かに、会社だと箱を開けてすぐに全部食べるわけじゃないですからね。自分の机に持って行って後で食べる人も多いですし。そうなんです。以前私が新人の頃に失敗したことがあって、大きなバームクーヘンを一つドーンと買ってきちゃったんですよ。切り分けてみんなで食べようと思って。それはちょっと大変ですね。誰が切るんだとか、お皿はどうするんだとか。まさにそうなんです。結局給湯室で私が全部切ってティッシュの上に乗せて配る羽目になってしまって、あれは失敗でした。それ以来、会社へのお土産は常温で保存できて、個包装で数がたくさん入っているものって決めてます。数がたくさん入っている、もう重要ですよね。部署の人数より少なかったら最悪ですし。だからどうしてもクッキーとかおせんべいみたいな定番のものになっちゃうんですよね。そうそう、無難なものを選びがちです。でもこれって日本特有の文化なんでしょうか？どうなんでしょうね。海外の映画とかドラマを見ていると、旅行から帰ってきた主人公が同僚一人一人にお菓子を配っているシーンってあんまり見ない気がします。確かに、自分の家族とか親しい友達には買うけど、会社の同僚全員に配るっていうのは日本独特の気遣いの文化かもしれませんね。休み時間に迷惑をかけたし、ありがとうございましたみたいな意味も含まれていますし。そうですね。休み中迷惑をかけましたというお詫びと感謝の気持ちみたいな。ここでちょっと視聴者の皆さんに聞いてみたいですね。はい、そうですね。皆さんの国では旅行に行った時、会社の同僚やクラスメートにお土産を買う習慣はありますか？もしあるとしたらどんなものを買いますか？ぜひコメント欄で教えてください。私の国では絶対に買いませんとか、上司にだけ買いますとか、いろいろな意見がありそうですね。ぜひ知りたいです。さて、お土産の話が出ましたけど、日本にはお土産以外にも贈り物をする機会って多いですよね。例えば誰かの家にお邪魔する時とか。手土産ですね。これもまた悩みますよね。悩みますね。斉藤さんは友達の家に遊びに行く時に何を持っていきますか？相手にもよりますけど、やっぱり消え物が無難かなと思います。消え物、食べてなくなるもの、あるいは使ってなくなるものですね。はい。例えば、季節のフルーツとか、ちょっといいケーキとか。でもケーキは難しい時があるんですよ。どうしてですか？
もし招待してくれた友達がすでにデザートを用意してくれていたらどうしますか？ケーキがかぶっちゃうじゃないですか。なるほど。せっかくケーキ焼いたのに斉藤さんも買ってきたみたいな。そうそう。だから私は事前に何か持っていくねって連絡するか、あるいは日持ちのする焼き菓子やゼリー、もしくは飲み物を持っていくことが多いですね。伊藤さんはどうですか？男性の場合は選び方がちょっと違いそうですけど。僕の場合はそうですね。お酒を飲む友達なら、ちょっといいワインや日本酒を持っていくことが多いですね。でも、お酒を飲まない家や小さいお子さんがいる家庭だと、やっぱりプリンとかジュースの詰め合わせかな。プリン、いいですね。プリンが嫌いな人ってあんまりいないですし、柔らかいから子供からお年寄りまで食べられますし。そうなんです。あと、最近はカタログギフトも人気ですよね。結婚式の引き出物とかでよくもらいますけど。自分で好きな商品を選んでハガキで申し込むやつですね。あれは合理的ですよね。合理的です。でも、個人的な手土産でカタログギフトっていうのは、ちょっと味気ないというか、事務的な感じがしませんか？確かに。私のセンスで選んだものをあなたにあげたいという気持ちが贈り物には大事ですからね。そう、気持ちなんですよね。でも、その気持ちが重すぎると、逆に相手を困らせてしまうこともあって。何か思い出しましたね。昔、海外に行った友人から、木彫りの大きな置物をもらったことがありまして、木彫りの置物？呪術的なマスクのような、すごくインパクトのあるもので、嬉しいんですけど、部屋のどこに飾ればいいのかわからなくて、しかも、捨てるに捨てられないじゃないですか。いただき物だから。それは困りますね。形に残るものは相手の好みを知り尽くしていないとハイリスクですよね。本当にそう思います。だからこそ、やっぱり消え物が一番なんです。あと日本にはお返しの文化もありますよね。これがまた外国人の方には理解しにくいポイントかもしれません。半返しとかですね。そうそう。例えば結婚祝いに1万円いただいたとしたら、その半額、つまり5000円分くらいの品物を内祝いとしてお返しするというマナあれ、正直ちょっと面倒だなと思うこともありますけど、人間関係を円滑にするためのシステムなんでしょうね。もらいっぱなしにはしませんよ。借りは作りませんよ。という。ー。そういう意味では、日本人はやっぱり疑似がたいというか、バランスを気にする国民性なんでしょうね。バレンタインデーにチョコをもらったら、ホワイトデーにお返しをするのも同じ心理ですし。確かに。でも斉藤さん、最近はそういうフォーマルな贈り物の習慣、少しずつ増えてきている気もします。お中元や聖母を贈る若い人は少ないですよね。そうですね。私も個人的にはお歳暮は送らないです。その代わり久しぶりに会った時に、これ美味しかったからって数百円くらいのお菓子をさらっと渡すことは増えた気がします。口ギフトってやつですね。それいいですね。気を使わせない範囲でのプレゼント。そうなんです。お返しはいらないからねって言えるくらいの。日本語をすでにかなり勉強してきている皆さんには、ぜひこの相手に気を使わせない気遣いというちょっと高度な日本文化を感じ取ってもらえたら嬉しいですね。つまらないものですが、と言って渡す謙遜の文化と、お返しはいりませんよ、という配慮の文化。両方使いこなせたら、もう日本人ですね。本当ですね。お土産一つとっても奥が深いです。さて、そろそろお時間ですが、斉藤さん、金沢のお土産、他にもあるんですか？実は日本酒も買ってきました。後でみんなで少しだけ味見しましょうか。最高ですね。仕事が終わるのが楽しみになってきました。はい、頑張って終わらせましょう。それでは皆さん、今日のお話はここまでです。この動画が役に立った、面白かったという方は、ぜひいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。次回の動画でも楽しい話題を用意してお待ちしています。質問やリクエストもコメント欄でお待ちしていますね。それでは。さようなら。